皆さん、こんにちは。大阪の堺で小児科を開業している佐藤です。よろしくお願いします。アトピーで受診された方に話している内容を皆さんにも聞いていただきたく、このシリーズを作っています。今日は佐藤光子のステロイドのその9です。赤ちゃん、子供のアトピーを治すコツで、こういうことが大事だということをお話ししています。今日は食べるっていうことの離乳食いつから開始するかいうことについてお話したいと思います。親が食べている姿を見出したら食べさせましょう。アトピーであってもなかっても興味を示す時が離乳食の開始時期です。厚労省が1985年から10年ごとアンケート調査をしています。1985年には6567人の母親、1995年、2005年、2015年には1235人の母親からアンケートを取りました。母親たちに対してアンケートで聞いた結果が次のようになっています。これはアンケートの結果なので、エビデンス、根拠ではありません。1985年から10年ごとの調査でどう変化したかを見ていきたいと思います。1985年、ちょっと10年後飛ばして2005年、2015年と比べてみました。そうすると、1985年には4ヶ月で離乳食を始めた母親が35%で一番多かったんです。3ヶ月も10.8%もありました。7ヶ月はほぼゼロですよね。で、20年後、5ヶ月が47%と増えています。6ヶ月も増えました。7ヶ月も出てきました。3ヶ月と4ヶ月はかなり減っています。これが2015年になると、6ヶ月が45%で、ここから始めた、離乳食を始めた母親が一番多かったということになります。次が5ヶ月です。3ヶ月、4ヶ月は非常に少なくなっています。ほぼゼロですよね。それと7ヶ月も2005年に比べて約2倍に増えています。先ほども言いましたが、このデータは単なるアンケート調査の結果ですので、6ヶ月から始めないといけないとか、4ヶ月始めないといけないとかいうことではありません。毛利種木山田誠先生って非常に有名な小児科の先生たちです。2、3年前に90歳で亡くなられたので、かなり高齢の先生たちですね。で、2007年、育児書を出されています。これを見ると、3ヶ月から6ヶ月の頃、ボーロ、ビスケット、カステラ、さっぱりした和菓子、チーズケーキとアイスクリームでも構いませんって書かれています。6ヶ月から9ヶ月の頃になると、もともと離乳の初期から香辛料を除けば、大人の食べるものほぼ何でも OK ですよ。極端なようですが、お寿司でも天ぷらでもビフテキでもいいですというふうに書かれています。この先生たちが若かりし頃、40年、50年前っていうのは、掃除機も洗濯機も炊飯器もなかった時代がありました。かまどでご飯炊いてた時代ですよね。掃除機ないので、ほうきで履いて、雑巾で雑巾がけをしていた時代です。で、洗濯機ないので、たらいで洗濯してた時代ですよね。で、商売もしてられる母親も多かったので、離乳食を作る暇がありませんでした。ですから、自分たちが食べてる時に、じーっと見てると、アイスクリームどうかなと思いながら、一さじあげてみたら、美味しそうに食べて、何も起こらなかったと、そういうことになるんですね。ですから、こういうやり方でいいですよって話を皆さんにしています。離乳食の開始が4ヶ月から6ヶ月に移行したその理由は、おそらく母乳育児の推進です。6ヶ月までは母乳だけでいいという考え方。でも、この数字はその時代の母親へのアンケートの結果なので、エビデンスではありません。4ヶ月から始めた赤ちゃんに何か問題が起こったということでもなければ、全然心配ないということですね。中には、離乳食は最低でも4、5歳までは与えるべきではないと、とんでもないことを言われる方もいらっしゃいます。チンパンジー、ボノボ、ゴリラなどは4、5歳まで母乳を与えているそうなんです。
しかし私たちはチンパンジーではありません。ボノボでもないし、ゴリラでもありません。人間なんです。1歳になると、大人と同じものを食べることができるようになります。言葉も喋り出します。歩くことができるようになります。すると、1歳を過ぎての母乳の役割は何なんでしょうか。心理の先生に聞いてみました。昔から卒乳という考え方がありましたが、だから赤ちゃんがもういいというまで飲ませるという考え方ですね。母乳はいつやめたらいいんでしょうかと聞きました。心理の先生はどう答えられたと思います？ 10 ヶ月、1歳、2歳と答えられたと思いますか？いえいえ、親子の付き合い方があるというふうに答えられました。1歳なら1歳の、2歳なら2歳の親子の付き合い方があるでしょうって、これが答えでした。いかがですか？母乳がどういう役割を担っているかが問題だということです。WHO も2歳までは母乳育児をするようにと勧告する理由はよくわかりませんが、もしかしたら親子の付き合い方を言っているのかもしれないです。さらに地球規模で見ると、紛争、干ばつ等で十分な食料がない地域では、子供にとって母乳が唯一の栄養源だということもあるのかもしれません。でも母親自体も栄養状態が悪いので十分ではないと思います。でも1歳で母乳を飲んでる赤ちゃんは夜中も飲むんです。中にはアトピーはなかった赤ちゃんですが、夜中1時間ごと母乳飲んだ赤ちゃんもいました。夜中眠れない母親たちは子供に愛情を持って母乳を与えているのでしょうか？いいえ、違います。またか、もういい加減に寝てくれと思いながら母乳を与えているのです。この時には親子の絆は強くなると思いますか？母乳は確かに生後4ヶ月までは人間の子供にとっては理想的な栄養ですが、4ヶ月過ぎると不十分になります。タンパク質が少ない、鉄が少ない、ビタミン D が少ないんです。アトピーから見ると、水分が多いので湿疹がジクジクします。タンパク質が 1% しかなく、栄養が十分でないので、アトピーが治りにくいです。夜も飲むので睡眠が取れません。6ヶ月過ぎるとほぼ起きない月齢になるんですね。で、母乳は水分なので、飲み込む。嚥下は上手だけれど、ご飯はすりつぶす、咀嚼できないと食べることができません。咀嚼機能が発達しません。この母親は苦労しました。ステロイドを使ってない10ヶ月の赤ちゃんです。半年以上7キロから体重増えずに受診しました。ほぼ母乳だけで食べ物を食べさすのが怖かったんですね。で、2ヶ月指導したんですが、食べさせることができず、1歳児に氾濫治療病院に入院しました。母乳をやめてミルクにし、離乳食はドロドロ、粒があるとペッて出すんですね。きちんと食べることができるようになるのに2ヶ月もかかってしまいました。だから入院期間は2ヶ月入院したということですね。貧血になった赤ちゃんもいました。鉄が少ないと赤血球は小さく、鉄含有量も少ない小球性鉄欠乏性貧血になります。そのアトピーの子供は赤血球数が600万を超えたこともありました。1歳で上限はこれぐらいです。小さい赤血球がいっぱいできたということですね。で、断乳するように言いましたが、なかなかやめられず、鉄剤の服用も勧めましたが、されなかったです。こだわりがある母親だったということです。くる病になった赤ちゃんもいました、一人。断乳したんですが、ミルクを少量しか飲まず、離乳食も不足気味の子供がくる病を発症しました。最近はくる病が目立つようになっています。その理由は、ミルクを使用せず、母乳だけを利用した完全母乳栄養。アレルギー疾患対策として不適切な除去食による摂取量不足が原因となる事例が増加しているっていうふうに書かれています。この子供はおそらく摂取量が不足してたんではないかと思います。で、今は治ってますが。で、紫外線の照射不足によるビタミン D 欠乏もあるというふうに書かれ、くる病が
小児科の病気の中にちょっと舞い戻ってきたというふうな感じですね。虫歯になった子供もいます。夜中に母乳飲んでも歯磨きできません。で、2歳まで母乳飲ましたいと言ってた母親がいました。アトピーは軽症でした。1歳8ヶ月に受診した時に母乳やめたというんですよね。で、虫歯になり、そこから細菌が入って歯茎が腫れたために歯科の先生に怒られたからなんですね。で、赤ちゃんを見ている保健師さんとか栄養士さんとか、そういうふうな周りにおられる方に特にお願いしたいですが、月齢にとらわれないで赤ちゃんを見てほしいと思ってます。6ヶ月の軽症のアトピーの赤ちゃんが離乳食を3回しっかり食べ、アトピーも良くなっていたんですが、検診の保健所の人に怒られたことがありました。6ヶ月で3回も食べさせてダメって言われたわけですよね。で、3回食べている赤ちゃんに不都合なことが起こっているかどうかを見ずに、6ヶ月という月齢にとらわれていたわけですね。だから赤ちゃんを見てほしいと思います。親が食べている姿を見出したら食べさせましょう。アトピーであってもなかっても興味を示す時が離乳食の開始時期です。大丈夫。35年前の赤ちゃんたちの中には3ヶ月で食べた赤ちゃんが10%もいました。終わりです。ありがとうございます。